今回ははい、多くの方がなるぎっくり腰ということで、ぎっくり腰について改めてこのタイミングでお話したいと思います。なぜかというと、ぎっくり腰を繰り返してるじゃないですか。昔ぎっくり腰をやってしまって、で何回か繰り返してたんですけど、最近は年に何回も繰り返すような感じになってきて、以前は数年に1回ぐらい、数年に1回ぐらいですかね。それが今で1年に何回も、どんな時になっちゃうんですか？朝顔を洗う時とか、中腰で洗う時とか、あと荷物を持ち上げる時とか、そっか、アマゾンから宅配届きました、持ち上げますみたいな時、はい、それから靴下を履く時とか、はい、どうやって履いてるんですか？いつもこういう感じで片方上げて、バツ、ダメですね。必ずどこかに背中を持たれて片足を上げて履いてくださいね。もしくは腰掛けて履いた方がいいですね。ということで、いきなりですけどリアルな感じが伝わってきました。まさにぎっくり腰を何回もやってる方なわけですね。で、そもそもですね、今日ぎっくり腰とは何ぞやっていうお話からするんですが、こんな風に何回も繰り返している人は単なるぎっくり腰といって見過ごしてしまってはいけません。もっともっと怖い病気が背景に隠れている可能性があります。はい、まず急性腰痛症、ぎっくり腰の医学的な名前なんですね。読んで字のごとく急性、急に起こる腰痛、腰の痛みの病気で、なんて思います？魔女の一撃ですか？いた、魔女の一撃、ガツーって感じでね、急に来ますからね、まさにこの魔女の一撃って感じするじゃないですか。よくつけたと思うんですけど、そう言われるぐらい急激に来るすごく強い腰の痛みを指すわけですね。で、これには、背骨を支えている筋肉や骨盤仙腸関節、さまざまな関節や、神経の周りにある骨、関節、靭帯、そういった組織が急激に炎症を起こすということを急性腰痛症、いわゆるぎっくり腰と呼ぶわけですけれども、これ、1回2回でね、終わってしまうなら確かにぎっくり腰でいいと思います。ただ何度も繰り返す場合には、やはり背景にもっともっと根深い腰の病気を持っている、その一つの表れが急性腰痛症となっている可能性もあるわけです。はい、で、まずちょっと先に治療のポイント申し上げますね。すごく大事なことなんですよ。いわゆるただ単なる腰痛じゃなくて、このぎっくり腰に対してしっかりとここのポイントを押さえておいてほしい。それがまた次のぎっくり腰を再発しないためにも重要なことになりますね。はい、まずは起こってしまったらとにかく安静。ちゃんと安静してますか？はい、寝て足を上げて緩まして寝てます。寝てます。はい、それがね、人によっても症状によっても違うけど、だいたい3日から5日間急性期症状というのが出ますので、私はよく患者様に、自分のご飯、トイレ以外は寝てなさいっていうことを言うんですね。会社を休む、仕事を休む、学校を休む、そしてしっかりと安静を短期間にギュギュッと起こってしまったらすぐに取ること、これが何より大事です。本当にトイレ、ご飯以外は起き上がらないぐらい、あっち向いたりこっち向いたり寝てる方がいいんですね。徹底的にやってください。で、この間にどんな治療をするかっていうと、2つあります。薬物治療、内服、外用湿布とか塗り薬とか、それから注射で、よく患者様にこういう薬の治療っていうのをご提案すると、私薬物使いたくないんですとか、できれば薬を使わなくても治るならその方がいい、最終的には患者様が自分で選択していいことです。ただ私はなるべくギュギュッと短期間に良くして、早くに痛みを取って早くに元の生活に戻ることが大事だと思うので、時と場合によっては早めにこの薬を使うっていうことも大事なことだと考えています。そして何より大事なのが固定。要はぎっくり腰を起こしてしまったところはグラグラしてますから、もちろん覚えあると思うんですけど、やった直後ってなんかちょっと体幹からずれることやるとってこう痛くなりませんか？はい、ちょっとこう傾けたりすると、ちょっ
ってなっちゃうんですね。もうそのまま打って動けないとかね、トイレで立ち上がったらそのまま一歩が出ないとかね、ありますよね。そういう、動けない時にしっかりと腹圧をかけて固定をすること、これが簡易コルセット。それから縦に、こんな感じでテーピングを貼って前後に腰がグラグラするのを止めてあげる。はい、また横は腹圧をかけることで横もグラグラしないようにする。こういったことがコルセットやテーピングでできますので、適切な処置を整形外科でしてください。はい、4番目、赤で書きました。とても大事なところ、安静にするんだけど安静にしすぎちゃいけないんですね。この急性期と言われる、3から5日、最初のその痛い時期を越したらしっかりと今度動いていかなきゃいけない。ここをダラダラとぎっくり腰を起こしたから5日1週間2週間会社休んで家でグダグダしている、こういうズルズルしたことをしちゃいけないんですね。短期間にしっかり治療したらちゃんと動けるようになったら動き始めなきゃいけないっていうことを念頭に置いといてください。はい、最後何ですか？メンタルですか？これ結構大事なことなんですよ。ぎっくり腰をやった方っていうのはなんて言ったって魔女ですからね。もう恐怖感が植え付けられちゃうんですよ。またなるんじゃないか、荷物持つの怖い、靴下履くの怖い、じゃあ靴下履くのやめられるかっていうとそうじゃないわけですから、結構メンタルやられちゃうんですね。ですのでメンタル、気持ちの面ではしっかり専門家の意見を聞いて腰の治療をすることによっていつまでも恐怖感を持たない。恐怖感を持つとそれが痛みをより助長させて悪くすると言われているので、しっかりとメンタルも鍛えてちゃんと治療して治るんだっていう意識を持つことが大事です。はい、で最後、この繰り返す時っていうのが今日のもう一つのテーマなんですけども、腰の病気言ってみてください。腰椎椎間板ヘルニア、ありますね。あと狭窄症、狭窄症ありますね。そんないろいろな、狭窄症、変形性腰椎症、腰椎椎間板ヘルニア、腰椎側腕症、挙げればきりがないんですが、腰の中にやはりいろいろ問題がトラブルが出てくると、このぎっくり起こしやすくなるんですね。頻度が高くなる。で、痛みも強くなったりもします。ですのでそういうベースにある、単にぎっくり腰だからちょっと休んでよくなったらいいや、もう当分はならないだろうって思うんじゃなくて、原因がないかなっていうところを原因精査、精密検査をすること、専門医にきちっと診断してもらうこと、そして必要があればリハビリテーションなどして再発予防をするっていうことが大事になってきます。繰り返すぎっくり腰は単にぎっくり腰の範疇を超えてもっと根深いものになっている可能性があるんだっていうことを知っておいてください。今日の、繰り返すぎっくり腰、怖い病気が背景にあるかも、治療もお話ししました。ぜひこの5つのポイントを踏まえてなるべくぎっくり腰を再発しないように心がけましょう。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。